はい、皆さんこんにちは。ファナムです。今日のファナムチャンネルは朝鮮王朝の解説ということで、いよいよ今日は最後の王様についての解説となります。日本、そして韓国、最近では全世界から視聴をいただいております。本当にありがとうございます。今日はいよいよ27代の王様であるスンジョンまで来ました。朝鮮王朝を一言で解説するのはなかなか難しいことではありますけども、最近ではドラマや映画、そしていろいろな書籍、そして資料などを通してこの朝鮮王朝を知る、そして接することができる、そんな機会が多いのではないかと思っています。今日は最後の王様でありますスンジョン、生没が1874年に生まれて1926年に亡くなっている王様です。しかしこの在位を見るととても短いんですね。1907年から1910年ということなんですけども、これはなぜなのか、これを解説をしていきたいと思います。コジョンの子息ということについてなんですけども、朝鮮王朝というのはですね、今までも解説をしてきましたけども、いかに後継者を残すか、これはこの王家がこの独自に個人的というんでしょうか、そういったことで残すというよりはですね、一つの政争、この政治の派閥の争いの中からいかに後継者を選び、そして後継者を残すか、これが大きな国の運命をかけていると、国の運命を左右すると言われるぐらいですね、重要なことになってくるわけです。そこでまずはこのコジョンの前回の26代の王様ですけども、コジョンに関する王家の子息についてまず見ていきたいと思うんですけども、コジョンは9人の女性、正室と側室がいたわけです。その中で13人の子供がいたんですね。しかしながら成人したのはなんと5人だけだったということですね。前回もいかにこの後継者が残せるか残せないかということがとてもこの困難であったということについては述べてきました。このコジョンについても同じことが言えるわけです。で、この性質としてミョンソンワンフですね、こちらの漢字で書いていますけども、民費ですね、民費、民費、韓国語で民費と言いますけども、民費はこの性質として5人の子供が生まれているわけなんですけども、4人が王子で男の子、そして1人は王女ということであったんですけども、なんとこの成人したですね、王様として君臨するだけのその年齢に達したのが1人だけだったというわけです。で、この1人がなんと今回解説するスンジョンであるということなわけですね。イチョクという名前がありますけども、王様として、君臨することで皇帝として君臨して、スンジョンとなったわけですね。で、彼の後継者がいなかったということで、ここにおいてですね、先ほども政争やそして国の運命をかけているということでお話ししましたけども、彼の後継者として腹違い、よく側室の子供としてイ・ウンが指名されていくわけです。で、このイ・ウンが日本に留学して、そして陸軍中将までなって、さらにはこの皇室の娘さんと結婚するというですね、そういう異例の政略結婚をさせられるというかしていくわけです。さて、ここでスンジョンの即位についてまず見ていきたいと思うんですけども、彼は幼くして1875年にですね、もうすでに世継ぎ、ワンセジャという韓国語でワンセジャと言いますけども、こういう形で指名を受けていくわけなんですね。1897年に大韓帝国ということで、国が帝国となったがゆえに、皇太子という名前が、このですね、名称が付けられていくわけです。しかしながら1898年にこのアヘン入りのコーヒー事件、毒茶事件というものが起こります。これはどういうことかというと、このコジョンですね、このスンジョンのお父さんがとてもこのコーヒーをすごく好きで、そしてよく飲んでいたというんですね。それに伴ってこの子供のスンジョンも一緒にこのお茶の会ですね、出席して飲んでいたところ、ここでこのコジョン、そしてスンジョンもこの毒入りのコーヒーを飲んでですね、倒れたということなんです。
で、後々このコーヒー、アヘン入りのコーヒーということが分かって、そして、体もですね、非常にこの不健康な体になってしまったと。そして後々、なんとこの後継者が生まれない、子供が生まれない体にもなってしまったというわけなんです。で、ある外国人がそれを見ると、何か精神的にですね、病んでいるというようなところまで行ってしまったとも言われているわけなんですね。精神障害というような体にもなってしまったということで、非常にこの後継者に恵まれないそんな体になってしまったということが、とても後々この後継者を選んでいく上で、とても障害になってしまったということですね。で、彼に彼がコーヒーを飲んだその背景として、ロシアの親ロシア派が徐々にこの勢力が弱まっていく中で、通訳官であった金本力というですね、人物、この人物が暗殺未遂事件を起こしたんではないかということに言われているわけです。で、彼は結局死刑になっていくわけなんですけども、こういった事件の中において、この要するにスンジョンの体を蝕んでいくというようなところですね。1907年にこのハーグ密集事件、前回の動画にもお話をしましたけども、これが公になってしまって、コジョンですね、この26代の王様、スンジョンのお父さんですけども、コジョンの上位ということなんですね。自ら進んで上位したのか、それとも上位させられたのかというところなんですけども、こういう形で彼はスンジョンに即位をさせていくというところなんですね。即位をするんですけども、実際には名目上の王様であったというようなところで、ほとんどこの権力のないそんな王様でもあったというふうに言われています。そんな中ですね、先ほど申してましたように、後継者が恵まれない中において、彼の腹違いの弟さんですね、こちらのイ・ウンですね、イ・ウンが皇太子として指名されていくというようなところになっていくわけです。彼は日本に留学をしながら、そして日本で生活をしていきます。こちらに写真があります。ここにおいて、スンジョンが即位をするんですけども、この上位という形で、スンジョンがこの第27代の王様、皇帝として即位をしていきます。しかしながら、この当時の背景がですね、徐々に日韓併合ですね、日韓併合への道を歩んでいたがゆえに、この即位、王様としての位置というのは、名目上の皇帝であったとも言われているわけです。1907年に第3次日韓協約が結ばれ、そして韓国軍が解散させられることによって、全国、この満州にもですね、この義兵闘争の運動が起こっていくわけです。1910年に8月の22日ですね、日韓併合の条約が調印されていくということで、ここにおいて事実上の朝鮮王朝が幕を閉じると言われているわけです。ここで、これに伴ってですね、スンジョンの敗が決まってはいくわけですね。しかしながら、ここで、先ほども申しましたように、腹違いの側室のですね、子供であった、そのスンジョンの弟、イ・ウンが後継者として、選ばれていたわけです。1920年に、このイ・ウンが日本に留学として行っていたわけなんですけども、知らず知らずのうちにこの皇室と結婚させられていくと、政略結婚なんですけども、それが梨本宮の宮家のですね、長女であったこの雅子さんという方と結婚をなさいます。で、雅子さんはこのことについて、自分は何も知られないままにですね、その新聞を見て、初めて自分がこの朝鮮王の後継者と結ばれていくということが分かったと言われるくらいなんですね。
この戦後どうなっていったかというと、実際には民間人となってしまったがゆえに、王室として韓国では迎え入れることができず、そして1963年に初めて韓国の地を踏んでいくわけなんですけども、様々な困難を、経ながら、雅子さまはこの韓国の地でですね、障害者の、福祉の事業に携わって、生涯を終えていくというようなことであります。スンジョンの話を戻しますと、1926年に亡くなっていく、52歳ですね、亡くなっていくわけです。それに伴って先ほどのイ・ウンが王位を継承していくということではあるんですけども、これは朝鮮王朝の王位を継承するということではなくですね、日本の皇室に迎えていくというような解釈であったとも言われています。しかしながら、この朝鮮王朝の王位継承ということで、存続していくということには変わりはないのではないかというふうには思われますけども、イ・ウン自体が子供がいなかったがゆえにですね、それ以降のこの後継者というのがいなかったということになります。はい、今日はですね、もう27代まで来ました。この朝鮮王朝の最後の王様、スンジョンについてお話を進めていきました。長い朝鮮王朝の歴史ではありましたけども、1代から27代通して見てみると、このいかに後継者を残すのか、それが一つのこの朝鮮王朝の問題ではなくて、国を左右する。そしてこの民衆への影響も与えていくと。そしてさらには近代においては列強との関係においても様々なこの関係においてこの皇室が保たれるのか保たれないのかというですね、そういった内容になっていくということで、朝鮮王朝という王族ですね、王族がいかに政治、そして政争、さらには近代においてはこの周辺国との関係とも関わり合っていくというような形を見てきました。ファナンチャンネルではこのように韓国朝鮮の歴史や文化について解説をしております。そして最近では私は日本に帰国していますので、日本の中にある韓国古代史なんかも映像を配信したり、それから資料などを通して皆様に勉強会形式でこの映像をお送りしております。ぜひ一緒にですね、チャンネル登録をしながら学んでいければというふうに思っておりますし、今後も日韓交流という形でですね、何か交流会も設けていければというふうに思っております。ご視聴ありがとうございました。